今回は金消しに色付け動画シリーズ、2017年にリリースの金消しプレミアムボリューム9のシリーズからキャノンボーラーを大井争奪編アニメカラーでペイントをします。いつものように水性アクリル塗料で色付けをしました。金消しプレミアムボリューム9、火花散る運命の王子たちが集結の巻。2019年1月にプレミアムバンダイ発送の予約商品でした。このパートでは筋肉性大井争奪編の五王子、さらにはモンゴルマンやアシュラマンの心臓系、今回のキャノンボーラーなど個性豊かな超人たちがラインナップされました。まずは塗装前の状態です。どっしりとしたフォルムに仕上がっています。金消しの保管状態は良好で、ペイントにはほぼ支障のない、傷や曲がり癖もなく、通常通りの下処理で準備ができました。塗装後のレビューを先に、彩色は大井争奪編アニメカラーに寄せて赤、青、緑でとてもカラフルな仕上がりになりました。色分け箇所は結構複雑で、意外と難易度の高い塗装グレードのキャラクターであると思います。下処理からペイントの様子は記録していますので、ここから詳しくご覧ください。金消しデカ消しの塗装はおよそこんな流れで下処理をしていきます。煮沸してゴム素材を柔らかくして形を整え、余計な油分や表面のホコリを取るベンジン漬け込みを一晩から2日して、過素材、塩ビを柔らかくする薬剤を抜く、乾燥させミスタースーパークリア艶消しを全体に吹き、塗装の下地を作りました。そして塗装です。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。ベースとして全身にまずファレホのパンツァーエース肌色ハイライトカラーを塗りました。よく下地作りに使っているライトな部類に入るフレッシュカラーです。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので、漏れなくしっかり塗っていきます。全面に模型用の平筆で一気に塗るので、2、3分あれば下地はできてしまいます。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。目とフェイスガードに主に用いた白です。モデルカラーのホワイトグレーという塗料を使いました。隠蔽力は強めのファレホですが、ライトなカラーはやはり難しい。塗っている間に乾いた箇所を上塗りしていくように重ねて徐々に色をのせました。塗料は水性アクリルのファレホを基本に、下出るカラーを要所で使いながら、オール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所はブラシを使って時短させ効率よく塗装をしました。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく、広い範囲に塗装ができます。アニメカラーキャノンボーラーの特徴はとにかくこのカラフルさ。まずは緑です。モデルカラーのライトグリーンです。フェイスガードの装飾、胴体のアーマーの部分に。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で明るいカラーも多く、様々な模型、プラモデル、フィギュア塗装に多用しています。続いて耳の部分。腕部の装甲に金色です。下出るカラーのベース、レトリビューターアーマーです。粘性が高く、隠蔽力の強いゴールドのカラー。下地も効いて一発で色が乗っていきました。フォローで入れる下出るカラーは、ホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。コミックス37巻以降の2010年代からの新シリーズのキャラクターも含め、新規造形で組まれた金消しプレミアムは2017年以降プレミアムバンダイの予約発送の商品として続々と展開されました。ここで赤です。ゲームカラーのブラッディレッド。適度な粘性で扱いやすい鮮やかな赤カラーです。口、頭頂部、肩アーマー、ベルト、シューズなどに。ゲームカラーはファンタジックな特別色で人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め。隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。
水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり、これらが何といってもファレホの魅力です。そしていわゆる肌カラーは鮮やかな水色です。ゲームカラーのサンライズブルーを使用しました。下地が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ラーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。最初薄く色をのせて面積が広いので塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行って引っかいてしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。丸腰製のデカ消しで、このキャノンボーラーは第12弾最新型でラインナップされました。原作カラーを参考にペイントしたのがこちらです。ビッグボディチームの面々の金消し、レギュラーサイズ版。先方のペンチマンです。こちらは大井争奪編アニメカラーにて、ライトな緑と赤、とても鮮やかなカラーリングです。かかった時間は約60分の塗装でした。キャノンボーラーはイラク出身の超人で、筋肉マンビッグボディチームの副将を務めました。砲弾がモチーフ、超人強度は800万パワー、頭の装甲はタングステン合金製とのこと。瞬発力と一発の破壊力が魅力の超人でした。色分け最後に青です。瞳と下半身のコスチュームにゲームカラーのマジックブルーです。こちらも鮮やかな青で隠蔽力も強くて扱いやすい。中堅の超人はゴーレムマンです。レギュラーサイズパート17より。こちらは原作カラーリングでペイントした時のもの。目が細かくなり、ペイントは結構手こずった記憶があります。仕上げに下出るカラーのコントラスト、アポシカリーホワイトを水で溶いて薄めて墨入れ的に使いました。質感が高まり、陰影が出せます。塗装後はソフト99コーポレーションのボデーペン、クリアを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。台座をつけて塗装後です。フロントビューからリアビューまで。ということで、今回は筋肉マン金消し塗装、金消しプレミアムボリューム9からキャノンボーラーを大井争奪編のアニメカラーで水性アクリル塗料にてペイントをしました。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。